ハロー皆さん、ジュンラブジョイです。今日はですね、なんと初 AV 監督が With Love and Joy インタビューシリーズに来てもらいました。よろしくお願いします。すごい好き。ぜひ自己紹介してもらえたら。AV 監督の、バーグマンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、自分は AV 女優なのでいろんな、監督とは何とかわからないので、現場の裏話とか、あのこと、そんなこととか、ぜひ皆さん最後までご覧いただければ、何でも答えます。優しい。で、ちょっと記念として、今まで新垣コットちゃんとか、さんと竹内夏樹ちゃん、チェキ取りましたけど、いましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もしよければ記念チェキ取っていいですか？僕なんかでよければ。いいですか？やったー！初監督チェキ。このメンバーに並ぶの不安ですけど、僕が言っていいのかなっていう。言っていい？私 AV 監督のチェキ取ったことない。僕もそうですよね。取られたことないです。取ります。はい。オッケーオッケー。可愛い。オッケーオッケー。いきます。いいせーの。出てくるよ。世界で一番レアなチェキかも。で、ちょっと待ってる間に監督の地元はどこですか？僕の地元は福岡ですね。はい。ラーメン？そう、ラーメン。知ってます？豚骨ラーメンと情報してる。明太子の国ですね。そうなんです。福岡、明太も有名そうしてなかったよね。そう、福岡はやっぱ豚骨ラーメンと明太子と、あとうどんとかも有名で。行ってみたい。ご飯はね、美味しいところですよ。いつ東京に来ましたか？大学で横浜の大学に通ってたんで、それで高校卒業して東京来て、そのまま東京で就職してみたいな。AV 監督になった前の仕事は何？大学卒業してすぐ新卒で、AV のメーカーに入って、今の会社とは違うけど、前の会社に入って、だから前職はないですね。社会人になった時からAV のメーカーで。聞いたことない。普通はなんかみんな他の仕事から業界そういう人が多いかもしれない。私もそうです。そうですよね。前の会社は2年3年で、大学通った時になんか AV 業界に入りたいとかそう思ってたんですか？いや、全然普通にサラリーマンをしようと思ってたし、けどなんか就職活動する時に、なんかちょっと違うのかなって思って、AV のメーカーに入ったみたいな。もともとは出版社とかに勤めたかったんですよ。でもなんかその出版社、例えば小説の編集やるとか、漫画の編集やるとかっていうのをやってみたいなって思ってたけど、でもなんかそういう仕事をこうし続けてたら、なんかこうどっかでこうわーってなりそうな気がしてなんか精神的にこう不安定なところもあるから、ずっとやり続けてたらどっかでこう気が狂っちゃうんじゃないかなって思って、エロの仕事、エッチなものだったらなんかこう興味持ち続けられるかなと思って、AV の会社受けようと思って。AV 監督向いてると思いますか？僕どうなんですかね。就職して前の会社とかだったらどんどん僕と同じように新卒で入ってくる子がたくさんいて、でもそういう子たちって結構本当に1ヶ月とか、もう早い子だと1週間とか3日とかで辞めちゃうから、なんで辞めるんだろうなと思って聞いたことがあって、辞めるって言った子に「なんでですか?」って聞いたら、一日中そのエッチなことを考え続けるのが結構大変みたいな。どこが大変？だから僕も分からない。責めてないけどいつも考えてます。そうだから一日中エッチなことを考えたりとか、会社にやっぱり裸の写真とかいっぱい貼ってあって、なんかそういうのに囲まれるのがなんか思ったより辛かったみたいなことを言って、なんかやめてく子が多いから、僕はでも全然それは平気だし、多分業界にいる人って多分みんな平気なんだけどそうだからそういう意味では向いてるんだと思う。なんかそ
そこに辛さを感じないというか、確かに自分なんかそこが辛いって聞いたことない、うんまあ確かにそういう方もいらっしゃると思う。きっとそうなんだろうなと思って、そうなんか感覚の違いというか、そんな感じはありますね。ちなみに何年やってますか、今まで監督。入ってからは9年9年9年やって、2年目から監督やらせてもらってたんで、歴でいうと多分7年か8年ぐらいなんですかね。日本に来た前ですね、だいぶ。わお、まだ高校生かもしれない。すごい。あー確かに確かに。監督になったきっかけは？監督になったきっかけは、でも企画書が当時の会社で通って、取っていいよっていうふうに言ってもらえて、やってみるかみたいな感じで。でも本当まだその時は本当に2年目の成り立てぐらいだったから、全然まだまだ早いよって思ってたんだけど、すごい早いけど大丈夫ですかって言ったら、なんか当時の社長が、主人公っていうのは大体こう早く自分ではまだ早いよって思ってる人がなるもんだからって言われて、かっこいい。そうなんかアムロ・レイとか、碇シンジとか、エヴァンゲリオンとかは本当に僕が乗るのっていう状態でそう乗って主人公になるんだって言われて、ああそうかと思って、ああじゃあ僕も頑張ろうと思ってやったんですね。今考えるとちょっと丸め込まれてたかもしれないですけど。じゃあファンだったけど、すごいバグマンのなんかそう天使エヴァだった面白い。最初撮った現場、撮った作品の感想とか、今まで覚えてますか？初めてデビューした時は本当に演出力不足というかなんか全然思ってたものは撮れなかったし、いいものにならなかったっていうよりも、なんか出てくれた人にすごい申し訳ない、女優さんとか男優さんとかになんか申し訳ないなっていう気持ちがすごいあって、だからなんかあんまり思い出したくない気がトラウマ。でも今すごい立派な監督だったと思う。2回で監督させてもらいましたね。どうもありがとうございました。指示も分かりやすいし。よかったです。あとなんか楽しんでるってよく分かる。なんかそうなんか他の監督責めてないけど、もう長くやると。まあなんかエロあんまり楽しめない方もいるけど、バーグンさんの場合はなんか楽しんでるなって思って。それは良かった。でも本当に1本目すごい嫌だったけど、もともとは1本取ったらやめるぐらいのつもりだったんですよ。1本監督やったらもうやめて、なんか他の仕事とか AV から出るかもしれない。それぐらい嫌。 AV をやめようかなって思ってたんだけど、でも1本取ったらなんか楽しくてまたやりたいなって思ってたんで。そのトラウマあってもそうだからこう取りつかれたというかその1本目終わったんですよ、最初監督デビュー終わった時に特に社長とか周りの人に何も言われてない、自分に責めたっていうこと、なんかまあやっぱ1本目だからみんな気を使ってくれるというか、まあ頑張ったねぐらいのことは言ってくれるんですけど、でもじゃあそれが例えばすごい売れるかとか言ったら、そうじゃなかったし、なんか自分でやっててなんかクオリティがちょっと低いなっていうの自分でも分かるじゃないですか。それでなんかって思ってたんですけど、なんかまあやめるっていうのはなんか取る前っていうか、会社に入った時に1本取ったらやめようって思ってたんですよ。意味ないちょっと考えは意味不明というか、入ってしばらくしてすっごい大変なんですよ。まあ言ったら AD の仕事って朝から晩までだし、もう力仕事だし、全然力仕事とかしたことなかったからすごい大変で、泣きながら帰って先輩にすごい怒られてだからそういう大変だったからやめたいなって思ったんだけど、でも1本も取らずにやめるのってもったいないでしょ。すごいもったいない。なんかすごい経験にならないから、なんかそういう経験したらなんかやめて、なんか他の仕事とか、なんかそれこそエロじゃない映像とかやってみたいのかなって思ってたけど、でもなんか1本取ったら気持ちが変わって、なんかもっとやりたいなってそう思えるようになったから。かっこいい。ポジティブだ。でも本当にかっ
やめなくてよかったですね。よかった。もう今思うとそうですね。そう。でやめたらもう会えなくなっちゃう。そうですね。あとルナティクスの素敵な。そうですね。今ルナティクスが、そうですね。監督が2人しかいないんで。そうなんですか。そう、僕と社長のルミナックスの監督はそう2人だけで、あとプロデューサーとね、リズさん。そう。じゃあなんか好きになってよかったけど、どういうものを撮るのが好きですか？どうだろうな。いや、なんか本当エッチなやつが好きですね。でもなんかエッチのっていうなんか意味は人それぞれじゃないですか。純に対してエッチはバーグマンさんに対してエッチじゃないか。体毛フェチでなんかつなげボーボー撮るのがエッチですか？ちょっとまだわからないから何年か経ったらわからないけど。じゃあバーグマンさんに対してエッチとか。なんかその監督さんによってはこうドラマをすごいこだわったりとか、そうなんかシチュエーションが大事な人もいて、で僕もそれはすごいわかるんですけど、なんかシチュエーションとかドラマっていうよりはなんかそのこの女性の体のここがエロいんだっていうのをなんかこうちゃんと出せるようなやつっていう、そのお尻がね大きい人だったらお尻がバーンってこう、お尻がこうなるべくこう形よく映って、こう長い時間映ってるように、いいね、その女優さんの魅力さ、それがなんか出るようなやつが好きですね。あれ聞いていいのかな。キャスティングとかその脚本書くのは誰ですか？バーグマンさんですか？企画はまあ3人、その監督、社長と僕とプロデューサー1人といて、3人それぞれ書いてて、で、まあその中で話し合っていいやつを撮るみたいな。じゃあ3人チームだ。そうですね。じゃあ脚本も3人で一緒に考える。脚本は、台本は監督がそれぞれ考えてて、そうだから僕が撮るやつは自分で書いて。それ知らなかった。じゃあエステとそうですね。この前のやつありがとうございます。バーグマンさんが書いたんですね。そうですね。かわいい。チェキが。どうだい？おじさんの写真ですね。おじさんじゃない。サインしてもらおうかな。あれっていうのが？こちらに。泥棒。ぜひ。見ていい？じゃあこちらで。かっこいい。なんか電子レンジかな、わかんない。確かに。アメリカのなんか卒業式の帽子みたいな。確かに。こうやって投げるやつ。今まである？いや、ないです。ない、ごめん。だからもうハリウッド映画のそのイメージで。かっこいい、ありがとうございます。初監督。ありがとうございます。かっこいい、初福岡。いいね、エピソード3は監督。そうですね。ありがとうございます。すごい嬉しい。AV 業界に入りたい方とか、特に AV 監督になりたい方へアドバイスとかありますか？なるほど。さっきもなんか同じような話したんですけど、やっぱりそのエッチなものが好きかどうかっていうのをなんかこう自分の胸に手を当てて考えてみてほしい。一日中エッチなことを考え続けるということは自分にできるんだろうかっていうのをなんか考えてほしくて、あとはなんかその真面目な人がやっぱり続くのかなっていう気はしますね。なんかちょっとこう女優さんと楽しくおしゃべりしながら仕事ができるみたいな、もちろんそういう面もあるけど、それじゃない部分の方が仕事の大部分なので、やっぱりそこに大変だ、こんなはずじゃなかったって思わずに何かやれるような真面目な人がいいですよね、多分。でも本当学歴とか、なんか今までその映像の業界やったことあるとかないとか、本当に関係なくゼロからできるっていうところはすごくいいところだと思うんですよ。映画とかだったらやったことないので分かんないですけど、なんか制作から入るのか演出から入るのか分かんないですけど、何らか専門知識だったりとか必要だったりするかもしれないんですけど、そういうのがなくて入れるし、AV の現場って本当になんか AD の人とか何でも嫌じゃないですか。本当に何でもやってくれるっていう人だから、カメラのこともやるし、その現場のこともやるし、照明のこともやるしみたいな、普
多分他の映像の業界ってもカメラはカメラさんがいて、カメラ足の人、カメラアシスタントの人がいて、照明は照明さんがいて、録音は音声さんがやってっていう感じなんですけど、そうじゃなくてもう本当にカメラもやって照明もやって、演出もやって、あとその他の制作的なこと、なんか弁当だったり、なんかスタジオを抑えたりとかっていうことが全部一人でできるというか、一人でやんなきゃいけなかったりするんで、そこは面白いんじゃないかなと思いますね。他のとは違う、他の映像業界とは違って監督になったら、結構その自分で決めれることが多いんですよ。脚本家っているじゃないですか、映画とかだったら脚本の人がいて監督の人がいて、分けてるんですね。そう分けてるけど、あと企画とかね、原作とかあったりとか多分すると思うんですけど、そうじゃなくてもう企画原案も自分だし、脚本も自分だし、撮影も自分だし、編集も自分だしっていう、その結構自分が関われる範囲が多いんですよ。ちょっと待って、自分で編集しますか？編集もそう、自分で。プレミアプロとかエデュースっていうソフト使って僕はそうですね、自分でやってます。わー、モザイクも自分でつけてます？モザイクはそう別の会社の人で、モザイク専門の人にお願いしてっていう。でもだからそうやって自分で関われる部分が多いんで、売れたりとか人気になったりとか、すごいレビューでなんかいいこと書かれたりとかするとすごい嬉しい。そうだよねっていう。自分の作品のレビュー読みますか？めちゃくちゃ読みます。めちゃくちゃ読みます。めちゃくちゃ読みますね。お願いします。そうですね。お待ちしております。いいレビューでも悪いレビューでも全部ちゃんと読んでますので。いいね、監督とかになるといろんなことできるようになって、すごい人になりますね。だからその自分が関われる範囲が広いから、多分そういう面白みがあるんじゃないかなと。でも絶対ストレス高そうですね。なんかもしれない。いやまあでもその編集は自分でやらないっていう監督さんもいるし。自分で決めること、そのメーカーによる。メーカーによりけりで自分でやらないっていう人もいるし、全然それはなんかそのできる範囲でやればいいんじゃないかなと思うしっていう感じですかね。本当に勉強になった。知らなかった。なんか編集部とかあるかなと、脚本なんとなくプロデューサーさんと一緒に書いてるかなと思ってたけど、編集までするってすごい。でも本当会社によってまちまちかもしれない。じゃあバーグマンさんの場合ですね。そうですね、あくまで僕の場合ですね。いや、感動？偉いと思う、本当に。よかったです。いろいろやってくれてありがとうございます。で、多分もう知ってる、で知らないと思うけど、私今公式サイトやってるで、サイツキ無料で販売してるけど、バーグマン撮ってくれた作品が1位。エッセイのやつは。いや、それは良かったです。ありがとうございます。現場超楽しかったです。いや、あれは本当に、なんか僕も、なんかあれって、本当なんか今までとちょっと違う撮り方したんですよ。今までそのルナティックスでやったやつとか、それとか前の会社とかでやってたなんか撮り方とかじゃなくて、ちょっとなんか自分の中ではちょっと変えて撮ったやつだったんで。そうなんですか？そう、それがしかも結構ね、人気で売れてね、売り上げも良かったんで、本当に嬉しいです。私も嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しみ。そうですね、ちょうど今、昨日の夜編集してて、あれ。いろいろ見ました。そうですね。モザイクの会社に奥様へ。そうです。前ですね。そうですね。明日会うんだって思いながらガチャガチャやってました。編集後、ぜひなんか告知とかなんかありますか？これからしたいことはですね、実はこちらにあるんですけど、エッセイ本を書きまして。かっこいい。これも作りましたか？このカバー。これは友達にそうデザインしてもらって、中にこういう裏表紙もなんかこうちょっと AV っぽい感じでキュートがある。キュートがある。ね、これがあって、中こんな感じなんですけど。かっこいい。でこれもそう友達にデザインしてもらって、エッセイ集なんでいろいろこう今まで僕が仕事しながらなんか思ったこととかがなんかいろいろ書いてあるんですよ。こんな感じで。そうですね。これでいいパンチラインをT シャツが欲しい。ちょっと待って。僕もこれすごい気に入ってるんでみたいな感じ。色も素敵。そうですね。このインタビューとかしてもらったりとかっていうページもあって、これをそのブースっていう販売サイトとかで売る予定なので、下にリンク入れます。ありがとうございます。自分も購入します。ちょっとチェックしてもらえたらと思います。
どういう内容が特徴ですか？仕事をしながら思った、企画を考えるにあたってこういうことを考えてますよとか、現場でこういうことが大変だけどこういうことが楽しいですよとか、あとはボツになった企画とかこういうのを、昔出してボツになりましたとか、なんかそういうことがいろいろ書いてあります。いや、きっと面白いよ。読みたい。いいねいいね。英語版も出しましょうか。そうですね。翻訳させます。いや、でも本当に海外の方にも、面白い。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはメーカールナティックスっていうメーカーができて、まだリリースから1年経ってないその新規メーカーなので、ぜひ各種通販サイトとかお店とかでチェックしてもらえたらルナティクスですよ。嬉しいです。損はさせない内容になってます。お尻メーカーって言って合ってる？でもそうは合ってる感じ。お尻のものしか通れない。でもお尻のものだったらお尻、おっぱいのものだったらおっぱいっていう感じのメーカーです。そうだからちょっとフェチ色が強い。マニアナイスマニアックな感じにかもしれないです。でもルナティクス本当に最高。ありがとうございます。いや、パッケもインパクトすごいです。パッケでそうですね、そうですね。そこはもううちのプロデューサーが。美術さん美人プロデューサーが取り仕切ってますんで。いや、本当にすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いろんな勉強になりました。はい。こちらこそ。これから永遠にエピソード3の方ですね、そうですね、どんどん増えていってほしいですね。はい、皆さんいかがでしたか？ AV 監督、本物の AV 監督の話、どうでしたか？ VR っぽいで誰もはい、今日の動画ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひルナティクスの作品チェックしてみてください。あとチャンネル登録と高評価、やめてください。Twitter もフォローしてください。Thank you, thank you. よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。